今回は睡眠と痛みの関係性についてお話ししていきたいと思います。私のこれ得意領域でもあるわけなんですけども、多くのこの16号整形外科にいらっしゃる患者様は何を問題にされているかっていうと、よく聞く訴え、痛いから寝れないんですっていうことをおっしゃるんですよ。多くの方がこの痛みと眠れない睡眠障害ってことに関して、膝が痛いから夜中目が覚める、首が痛いから夜寝れない、腰が痛くて目が覚めたからトイレに行くみたいな感じで、痛みがあって睡眠が障害されていると考えるんですけれども、実はこれ必ずしもそうとは言えないんですね。こちらご覧ください。痛みが長い間続いたり、強い痛みが出たりすると睡眠が障害される。これは当然のことです。でも睡眠障害が慢性的になってきたり、毎晩ひどく眠れないことが続いていくと、今度またこれが痛みに跳ね返っていくんですね。こっちからこっちにも行きますよっていうことです。そしてもっと痛くなったらどうなりますか？もっと眠れなくなります。そしたらもっと睡眠障害から痛みを強く感じるようになっちゃう。これ悪循環ですよね。はい、まさにこの痛みと睡眠障害っていうのは悪循環。どこかでこの悪いループを断ち切らないといけないわけです。どうですか？そんな経験あります？私の母が夜中痛みがひどくて寝れないっていうので、睡眠薬を飲んで寝てたんですけど、逆じゃないかなと思ったんですよね。睡眠薬を飲んで、寝てる、痛いから睡眠薬を飲んで寝ちゃうと。どうしても寝れないから睡眠薬を飲んで寝たんですけど、逆に痛み止め飲むべきじゃないかなと思うんですよね。理にかなってますね。でもどうですか？この話を聞いて。あながち間違いじゃないのかなと。そうですね。要は痛みがあるから痛み止めを飲む、睡眠が悪いから睡眠の障害を取るために睡眠薬を使う。これいずれにしてもこの悪い悪循環のどこかを断ち切るっていうことができれば、うまいこと回転がいって眠れる、そして睡眠障害も減るっていうことにつながっていく可能性はありますよね。なので痛み止めを使うのか、睡眠薬を使うのか、導入剤を使うのか、これはその一人一人のケースによってよく考えて選択しなければいけないと思います。お母様の正しい考えだったかもしれませんね。お母様ご存知だったんですかね、それね。わかりました。そこで、ちょっと一つね、面白いお薬があるんですよ。ちょっとあんまりお薬の商品名を言うのはどうかと思うので、お薬のお名前は別として、こちら見てください。痛みってね、いろいろな原因があります。その痛みの原因によって痛み方っていうのはちょっと違ってたりするんですね。そしてそれに対して治療薬とか治療の方法っていうのも変わってくるんです。ごくごく今日は一部のお話ではあるんですけれども、ちょっと難しいんですが、これ心外受容性疼痛、心外受容性の痛みって言います。簡単に言うと、怪我や炎症、物理的な損傷、いいですか？ちょっと痛い話ですけど、ガラスで切っちゃった、ガラス割れて刺さって切れちゃった、痛いじゃないですか。ヒリヒリ痛い、ズキズキ痛い、このような何か怪我とか、そこから炎症が起こる物理的な、損傷によって起こるようなものっていうのは、何かが侵害した、何かがそれを侵害することによって起こる痛みなので、侵害性の痛みと言います。これはまさにここを切っちゃったとかぶつけちゃったとか、そういう痛みなので、いわゆる痛み止めを使えばいいわけです。薬局でも売ってます。病院でも処方してもらえます。いわゆる痛み止めでいいわけですね。消炎鎮痛剤なんていうふうに言います。一方、この神経障害性の疼痛というのは、長い間
痛みの感覚が続いている場合に、痛みに対してだんだん過敏になっていくんですよ。はい、神経が損傷されるもの、長い間辛い痛みが続いていると気持ちも参ってくる。これによって痛みに対する感受性がどんどんひどくなっていって、痛みにさらされてない、侵害されてない時でも痛みを感じるようになっていってしまうんですね。いわゆる過敏な反応っていうふうに考えていただく。これに対しては、例えばプレガバリンなんていうお薬があります。これは神経障害性疼痛の特殊なお薬になります。いろんな薬あるんですよ。その中で一つがプレガバリンという成分のお薬です。一応ちょっと最後までいくと、別に心因性の痛みっていうのもあります。これは何も刺さってない、何も悪くないんだけど、メンタルが傷つくことによって痛い、首が凝る、首が痛い、頭が痛いって思ってしまうんですね。この心因性のものに対しては痛み止めを使っても全然効きません。神経障害性の薬を使っても効きません。それはメンタル、精神に対する治療であったり薬物療法が必要になってきます。で、今日お話ししたいのはここのところです。このプレガバリンという成分のお薬、ちょっと面白いんです。痛みも取ってくれるんだけど、副作用に眠たくなるっていうのがあるんですね。そうすると飲んだ方は全員じゃないんです。一部の方は痛みも取れるけど結構眠れるなって思うんですよ。これね、夜寝る前に飲んだりするお薬なんですけども、日中も飲めますが、夜飲むとですね、夜中にぐっすり眠れちゃう方がいるんです。副作用なんだけど、ある意味よく働いてで眠れちゃう。そうすると先ほどお話した痛みがあって睡眠障害があるから痛みがひどいと、この悪循環になっている方は一つのお薬で痛みと睡眠障害が両方改善する。これいいですよね。痛みの悪循環を断ち切れるじゃないですか。ということでお痛みが取れ、眠れて楽になっていくっていう方がいるんです。一石二鳥ですね。本当その通りなんですね。そんなお薬もあったりするので、一概にそれは副作用ではなく、使う方の症状によってはそうするっていうこともあるんだっていう話をちょっとしたかったというところです。はい、それでこちらですね。はい、その痛くて辛かった時、どんな解決方法がありましたか？枕を適切に合わせたんですね。そうですね。そうすることで、夜中に目を覚ましたりとか、痛くて目を覚ましたりということがなくなって、ぐっすり寝れるようになったんです。素晴らしいです。これは薬物、薬を使わずとも枕という誰でも一晩に夜中使うものを適切に自分の体に合うものに変えるっていうだけで、痛み止めを飲んだり睡眠の副作用のあるようなお薬を使わなくてもしっかりと眠れて痛みも取れる。一石二鳥じゃないですか。まさにね、痛みと眠りを良くするっていうことで、この悪循環を断ち切ることができる枕、これは一人一人の体に合った枕を使うっていうことが何より大切です。私たちの整形外科枕、手作りの玄関マット枕、いずれでもいいので自分の体に合った枕を使うっていうことが、今聞いていただいているお痛みと眠りに障害のある方にとっては有効だと思います。ぜひ今晩から試してみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。